お食事にもなるような、こんにちは、きなこスペシャリストのせいこです。今回は前回に引き続き、正月の余ったきな粉どうしよう問題、この解決策をお話ししていきたいと思います。題して、混ぜるだけで美味しいきな粉の使い方3つ、これをご紹介していきたいと思います。前回はかけるだけで美味しいレシピということで、かなり初歩的なレシピでした。全部おやつのレシピでしたよね。今回は混ぜるだけで美味しいお食事にもなるような、そういうレシピを3つご紹介していきたいと思います。工程は混ぜるだけ、難しいことは何にもない、ただ知ればいいだけの話ということで、ぜひ知っていきましょう。始めていきます。1つ目の混ぜて美味しい食べ方はきなこふりかけです。じゃんご飯にかけてみました。これは去年テレビに出演した時もちょっとねご紹介したんですけど、新井恵里奈キャスターとかマツコ・デラックスにも食べてもらったと思います。忘れちゃった、録画してないから忘れちゃったんですけど、美味しいって言ってくれたもの、ソフトなふりかけっていう感じなんですよね。材料もシンプルなんですよね。家にあるものでできると思います。ポイントはみりんを最初にレンジで1分アルコールを飛ばすこと。あとは全部混ぜればいいです。順番も何でもいい。食べます。鰹節ときな粉とっても合うんですよ。魚の尖ったうまみに大豆のまろやかさがこう包むような感じで、みりんの甘さでまとまります。砂糖一切入ってないけどちょっと甘みがあって美味しい。でこれ 2,3 日持つんですよ。だからちょっと多めに作って食べるのもおすすめ。ぜひやってみてください。2つ目の混ぜて美味しい食べ方は麺のつけだれです。じゃん、もうかけちゃった。もうかかっちゃってるからわかんないかもしれないですけど、めっちゃ麺に絡んでるこのタレがそうなんです。担々麺風の味になります。材料はこれ。麺つゆは3倍濃縮がおすすめだけど2倍でも大丈夫です。しょっぱくなかったらちょっと足してくださいね。で水分は全部 40cc だから分かりやすいですよね。できな粉とすりごまを合わせて、そしてにんにくとラー油でまとめます。食べるラー油大さじ1で代用しても大丈夫です。とにかくまた全部混ぜて、順番関係ないです。全部混ぜて麺にかければいい。ラーメンでもいい、そうめんでもいい、うどんでもいい、夏は冷やし中華でもいいですね。そして絡むでしょうと。きな粉とすりごまのおかげでとっても絡むんですよ。太麺だけどとっても絡みます。絡みついてしょうがないね。夏にも使えるレシピだと思います。知ればいいだけだったでしょ。きな粉大さじ2も使いました。ぜひやってみてください。3つ目の混ぜて美味しいきな粉の食べ方はマグカップケーキ。2分でできる。はい、ほらすごいでしょ。ボコッとなりました。2分で簡単にできちゃいます。材料は少ないけどベーキングパウダーだけね、もしかしたらお菓子好きじゃないと持ってないかもしれないですけど、買ってお安いし、これがふくらし粉です。これで膨らみます。これも全部混ぜてレンジで2分温めます。この時ポイントは500ワット、弱い方で温めてください。そうするとほわほわになります。見て、ほわほわ、熱々です。米粉だからさっくり。小麦粉は入ってないからグルテン気にしてる人にもいいですよね。全く油も入ってないからヘルシー。もうちゃちゃちゃっと作れるから朝ごはんにもおすすめです。時間がない人も使えるレシピだと思う。卵のタンパク質も大豆のタンパク質も入ってるから健康的。何よりきな粉が使えますね。ということで今日は混ぜて使える美味しいきな粉のレシピ3つご紹介しました。ぜひぜひ使
使ってほしいと思う。前回の分と合わせてきな粉をもうすぐ消費してしまうと思います。悲しいね、きな粉がなくなっちゃった。そうしたらまた買えばいいじゃないね。別のきな粉を試してみて、全然味が違うから。大豆の品種が違ったり入り方が違うとこんなに違うんだなということが分かります。そして何よりも言いたいのは、きな粉はめちゃめちゃ体にいいです。私は2022年1回も風邪もひいてません。コロナどころか風邪だってひいてないね。他にも悪いところないの。結構いい年してるんだけど、これはもちろんきな粉だけじゃないけど、いろいろ気を使ってますよ。歩いたりもしてるんだけども、食べるものがその人の体を作るのはそうでしょ。だから食べるもの気使ってみて。きな粉はいいよ。もう自信を持ってお伝えしたいと思います。何かの参考になればと思います。きな粉ね、使ってみてください。ということで今日は終わりにします。見てくださってありがとうございます。またねー。